はい、どうも皆さん、こんにちは。今回は HTML ウェブサイト上でアイコンを使う方法についての説明をしていきたいと思います。今回使うサイトとしては、フォントオーサムというサービスを使って、そちらでアイコンを HTML 上で表示すると、そういうところまでレクチャーしていきたいと思います。この動画を最後まで見れば、アイコンがですね、自由自在に使えるようになるので、ぜひ最後までご覧ください。それでは始めていきましょう。はい。ということで、早速検索してみましょう。フォントオーサムという風に検索してみてください。今回こちらのサービスを使っていきます。こちらをクリックしましょう。そして、初めて使う方であればですね、このスタートフォーフリーというボタンを押してください。そして、ここにですね、メールアドレスを打ち込むところがあるので、打ち込んでいきましょう。今回使うメールアドレスは私のメールアドレスを使っていきます。こちらの Gmail を使って、Send Kit Code というボタンを押しましょう。そうすると、チェック Your Email とあるので、メールアドレスを確認していきます。はい、こちらのメールアドレスが送られてくるので、Click to Confirm Your Email Address というボタンを押します。そうすると、セッティングアップがあるので、パスワードを各自決めて開けてください。そして、セットパスワードの押してください。はい、そうするとですね、あなたの名前だったりとか、っていうのを打ち込むところがありますので、こちらを打ち込んで、この All Set Let's Go というボタンを押してください。はい、そうするとですね、使い方がいろいろ書いてあります。How to use というものがありまして、Add your kit code to project というふうに書かれているので、こちらの Copy Kit Code というボタンを押して、こちらをコピーしてあげましょう。そして先ほどの VS コードに戻ってあげて、ですね、こちらのリンクの下にですね、ヘッドの閉じタグの上にですね、ヘッドの閉じタグの上にこちらのスクリプトタグを貼り付けてください。そうするとフォントオーサムが使えるようになります。実際に使ってみましょうか。どうすれば使えるのかというといろいろ書いてありますね。Add any our free icon を使いましょうと。例えばじゃあこのスペースっていうのをですね、使っていきたいと思います。こちらクリックしてみると、いろんなアイコンが検索されて、そうですね。例えばじゃあこのロケットを使ってみましょうか。このロケットのボタンをクリックすると、こちらにですね、ロケットが出てきて、ここの i タグがありますね。Copy HTML というものがあるので、こちらをコピーしましょう。そして VS コードに戻って、こちらを貼り付けるだけですね。ボディタグの中に貼り付けます。そうすると、HTML を確認してみましょうか。そうすると、少し小さいですが、ロケットのアイコンが見えたかと思います。ちょっと拡大してみましょうか。はい。これで簡単にですね、アイコンを使用することができるわけですね。じゃあ他にもちょっと追加してみましょうか。例えば、頻繁に使うものとしては、SNS ですね。SNS のアイコン、ありません。Twitter のアイコンとかですかね。Twitter のアイコンよく使うんですけど、こちらをじゃあ使ってみましょうか。i タグをコピーをして、貼り付けます。それでは見ていきましょう。このような感じで Twitter のアイコンを簡単に使うことができる。しかも無料ですね。ではですね、このアイコンちょっと小さいなとか、ちょっと色を変えてみたいな、そういった時にどういう風に CSS を変更するのか、そこまで皆さんにレクチャーしたいと思います。VS コードに戻りましょう。こちら右側に寄せておきますね。で、どうすれば CSS を当てられるのかというと、こちら style.css を用意してあげて、こちらのリンクタグに追加します。そして、クラス指定としては FAS であったり FAV っていうのがあるので、こちらの FAS をまずはコピーをして CSS を当てていきたいと思います。カンマとして FAS として鍵括弧とします。そしてもしサイズを大きくしたければ、フォントサイズとして、例えば100ピクセルという風に大きくしてみましょう。そうするとロケットのアイコンが大きくすることができます。300とかでもいいですね。200とかにしておきましょうか。では、Twitter の方ですね。今回は FAV になりますけども、FAV も同じようにやっていきましょう。FAV ですね。はい、そしてフォントサイズが今回はどれくらいの大きさにするか200ピクセルで OK です。このように大きさも変えることができますし、カラーも変えることができます。グリーンのサイズで変えていきましょう。グリーンであったり、カラーの、例えば Twitter であれば、ブルーとかにしておきましょうか。ちょっと色が濃いなと思えば、ちょっと調整をしてあげて Twitter に近いような形にしてあげればいいだけですね。このような形で簡単にフォントオーサムを使うことができますね。こちらのスクリプトタグを入れてあげれば使うことができます。
じゃあ、例えばですね、このスクリプトタグ以外でできないのかという方いらっしゃると思うので、そちらの方も確認していきましょう。例えば、ログインしている状態であれば、先ほどのメールアドレスでログインしている状態、そしてフォントオーサム CDN というタグを、クリックしましょう。CDN というのはコンテンツデリバリーネットワークの略称で、インターネットを通じて、こちらのフォントオーサムのサービスを使うことができるということになります。先ほど使ったのがスクリプトタグだったんですが、今回はリンクという、タブをですね、こちらコピーしていただいて、こちらをスクリプトタグを一回ね、消してあげて、さらに貼り付けたいと思います。先ほどコピーしたリンクを貼り付けたいと思います。そして確認してみると、こちらでもですね、実際に移すことができます。私がよく使うのはこちらですね。毎回フォントオーサムに訪れて、こちらのログイン画面のフォントオーサム CDN を押して、ここのリンクタグを取ってくるという流れで私は使っていますね。もしこのメールアドレスを登録していないのであれば、例えば Google の検索で、フォントオーサム CDN という風に検索してみてください。Set up Web Font with CDN というフォントオーサムの公式が見つかります。で、こちらをですね、下にスクロールしてみると、Load All Styles というものがあるので、こちらのリンクタグですね。こちらを VS コードに貼り付けても実際にアイコンを使うことができます。確認してみましょう。はい、使えてますね。なので、メールアドレスとか登録しなくてもですね、実際に、CDN を取ってきて使うことはできます。はい。そしてアイコンを使いたいのであれば、アイコンズというタグをクリックして、この中から使いたいアイコンを選べばいいわけですね。で、フリーではなく、プロのバージョンで使うのであれば、こちらの他の全部のですね、アイコンを使うことができます。他にもですね、アイコンサイトというのはあるんですが、フォントオーサムというのはかなり有名なアイコンサイトで、例えばリアクトだったりビューの、セッティングの方法というのもすべて書いてありますので、ぜひ使ってみてください。はい、それでは HTML のウェブサイト上でアイコンを表示する方法を学びました。もしこのチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは他の動画でお会いしましょう。バイバイ。